誰もが知っている土星のリングですが、その正体は意外と知られていません。あれはなんでできていて、どうやって生まれたのか。宇宙の不思議研究所。今日は土星の輪を順番に見ていきます。宇宙で一番有名な星の姿といえば、この星かもしれません。土星。周りを大きなリングがぐるりと取り囲んでいます。でも、あのリングが一体なんでできているのか、考えたことはあるでしょうか。実はその正体は、多くの人が思っているものとは少し違うかもしれません。まずは、よくある誤解から、リングは板のような一枚の硬い円盤ではありません。近づいてみると、そこに広がっているのは全く違う光景です。土星のリングの正体。それは数えきれないほどの小さな粒の群れです。一つ一つがバラバラに土星の周りを回り続けています。そして、その粒のほとんどは氷です。探査機の観測から 90% 以上が水の氷でできていると分かっています。土星のリングはいわば巨大な氷の帯なのです。氷は太陽の光をよく反射します。だからこそ土星のリングは10億キロをはるかに超える彼方にありながら、地球の望遠鏡でもはっきり見えるほど明るく輝いているのです。粒の大きさは様々です。細かい砂のようなものから拳大のもの、そして家ほどの大きさの氷の塊まで、大小様々なものが入り混じって回っています。リングの広がりは桁外れです。主なリングだけで端から端までおよそ28万キロ。地球と月の間がおよそ38万キロですから、それに迫るほどの大きさです。ところが、その厚さはどうでしょう。主なリングの厚みは場所によってはわずか10メートルほどしかないと考えられています。28万キロも広がっているのに、厚さはビルの山が異分ほどしかないのです。これがどれほど薄いか、もしリングを一枚の紙と同じ薄さにまで縮めたとしたら、その紙は差し渡し数キロメートルにもなってしまいます。宇宙で最も薄い構造の一つと言ってよいでしょう。薄いということは真横から見るとほとんど見えなくなるということ。実際に土星のリングは地球から見て真横を向くたびにまるで消えてしまったかのように見えなくなります。これはおよそ15年ごとに起こります。一番最近では2025年の春、世界中の望遠鏡がリングの消えた土星の姿を捉えました。次にこれが見られるのは2038年頃だと計算されています。土星は地球と同じように少し傾いたまま太陽の周りを回っています。その傾きはおよそ27度。だから公転に合わせてリングの見え方も少しずつ変わっていくのです。リングは一続きに見えて、実はいくつもの層に分かれています。見つかった順に A、B、C と名付けられ、今では D から E まで7つの主要なリングが知られています。その中でも最も明るく、最も物質が詰まっているのが B リングです。私たちが写真で目にするあの土星の輝き、その多くはこの B リングが担っています。B リングと A リングの間にははっきりとした大きな隙間があります。幅はおよそ4800キロ。発見した天文学者の中からカッシーニの感激と呼ばれています。なぜ隙間ができるのでしょう。犯人は土星の周りを回る衛星です。衛星の重力が決まったリズムで繰り返し引っ張ることで、その場所の粒が弾き出されてしまうと考えられています。さらに、リングのすぐそばを回り、粒が散らばらないように、両側から形を整えている小さな衛星もいます。羊の群れを導く姿になぞらえて、羊飼い衛星と呼ばれています。A リングの隙間には、パン、そしてダフニスという小さな衛星がいます。
これらが通った後には、リングの円に波のような模様が残ることも知られています。リングの粒は皆同じ速さで回っているわけではありません。内側の粒ほど速く、外側の粒ほどゆっくり、一つ一つがそれぞれの軌道を律儀に回り続けているのです。リングの世界はとてつもなく寒い場所です。温度はマイナス180度からマイナス200度ほど。だからこそ氷は溶けることなく、その姿を保ち続けていられます。では、これほど見事なリングはどうやって生まれたのでしょうか。実は決着はついていません。ただ、有力な説はあります。一つは、かつて土星の周りを回っていた衛星が粉々に砕けて散らばったという説です。その破片が土星をぐるりと取り巻き、今のリングになったと考えられています。もう一つは、通りかかった彗星などが土星に近づきすぎたという説。強すぎる重力に引き裂かれ、そのかけらがリングになったのではないかというものです。どちらの説にも共通する考えがあります。惑星に近づきすぎると、天体は自分の形を保てなくなるという限界。これをロシュ限界と呼びます。この内側では破片は集まって衛星になることができず、リングのまま散らばり続けるのです。そして近年、驚くような可能性が指摘されています。土星のリングは土星そのものよりもずっと若いのではないかというのです。土星が生まれたのはおよそ46億年前。ところが探査機の観測からは、リングの年齢はもっとずっと若く、1億年から数億年ほどではないかと見積もる研究があります。宇宙の時間で言えば、つい最近できたばかりということになります。手がかりの一つは、リングの氷がとても綺麗なことです。長い年月が経てば、宇宙の塵が降り積もり、だんだん黒ずんでいくはず。それがあまり進んでいないことが若さの証拠ではないかと考えられています。さらにもう一つ、土星のリングは今少しずつ失われつつあることが分かってきました。粒が土星へと落ち、その大気の中へ吸い込まれているのです。この現象はリングレイン、氷の雨と呼ばれています。観測からは毎秒数百キロもの水が土星に降り注いでいて、研究によっては10トン近くにもなると見積もられています。このペースが続けば、土星のリングはおよそ1億年から3億年ほどで消えてしまうかもしれない。そう試算する研究もあります。もちろん、私たちが生きている間の話ではありません。つまり私たちは、土星が一番美しいリングをまとった、その一瞬に立ち会っているのかもしれません。宇宙の長い歴史の中では、とても幸運なタイミングなのです。人類が初めてリングを目にしたのは1610年。ガリレオが自作の望遠鏡で土星を覗いた時でした。ただし当時の望遠鏡ではリングははっきり見えず、彼には土星の両脇についた謎の耳のように見えたと言います。その謎を解いたのがオランダの科学者ホイヘンス。1650年代の終わりに、より性能の良い望遠鏡での観測から、土星は平たいリングに取り囲まれているのだ、と正しく見抜きました。さらに、1675年、天文学者カッシーニが、リングの中に、はっきりとした隙間があることを発見します。これが先ほどのカッシーニの感激です。そして、1859年、物理学者マクスウェルが計算によって決定的な答えを出します。もしリングが一枚の硬い板なら、自らの力でバラバラに壊れてしまう。つまりリングは無数の小さな粒の集まりでなければならないと証明したのです。望遠鏡での観測から300年余り、20世紀の終わりから探査機が実際に土星のそばへ向かい、リングを間近から調べられるようになりました。中でも探査機カッシーニは13年にわたって土星を回り続けました。
そして2017年、最後の任務として、土星本体とリングの間のわずかな隙間へ22回も飛び込んだのです。そして最後は、リングの氷とともに、土星の大気へ飛び込み、燃え尽きました。燃え尽きる、その最後の瞬間まで、カッシーニはデータを送り続けた。今の私たちが知るリングの姿は、この探査機が残してくれたものです。土星のリングは、無数の氷の粒が太陽の光を反射している姿。そしていつか消えてしまうかもしれない儚い輝きです。次に夜空で土星を見つけたら、そのことを少しだけ思い出してみてください。土星のリングが氷の粒の集まりだったなんて驚きですよね。今日の話が面白かったら、高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。次回も思わず誰かに話したくなる宇宙の不思議をお届けします。またお会いしましょう。